I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know. どうもどうも。聞こえます？大丈夫。はいはい。急なことでいえいえ。申し訳ありません。絶対いつでも。声とか聞こえます？ちゃんと。大丈夫ですよ。聞こえる。そうですか。こっちも声も大丈夫？それ良好です。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。スペシャルゲストをお迎えしております。作詞家の松井五郎さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は言うまでもなく、もう芸能界で長く素晴らしい楽曲をずっと書き続けられている作詞家さんで、僕も本当にお世話になってるんですけれども、松井五郎さん、はい、はたっとこうコロナという状況になってですね、そういう何か自分の原動力みたいなものはこの時期何かありましたかね？書いたり作ったりするということだけで言えば、普段の時よりも時間ももちろんありましたし、こういう時期だからこそ何かこう自分の思いも含めて何かこう作っておいた方がいいんじゃないかなと思うような作品はたくさん書いたかもしれないですね。だからある意味創作ということだけに関して言えばすごく忙しかったかもしれないですよね。逆に。僕なんか松井五郎さんとねお話しさせていただいて、僕も勝手に業界の兄貴というふうに呼んでるんですけれども松井五郎さんへの憧れといいますか、そういう一番のものっていうのはコンスタントにものを作る力というか、もう一二がなくてとにかく書いていくんだよと、先役もうそれなんだみたいな話があってですね、なんかアンテナをいつも張ってらっしゃるんですかね？鉛筆なりパソコンなりの前に立ってなんか今日あった一日の出来事なり何かこう自分が聴いた音楽や見たものやなんかそういったものに対してこう思うことって、人間ですから誰でもあると思うんですよ。なんか今日食べた卵焼きが美味しかったなみたいなね、なんかそういう本当に生きていて感じる五感で感じることを何か一つこう、言葉に一つ最初の一言をこう記していくと、それはもうやっぱり歌のなんて言うんでしょう、一つの作品の一番始まりだったりとかどこかのかけらだったりすると思うんですよね。もともとその作詞家としての出発はどういう形だったんですかね？チャゲアンダスカのアルバムでプロデューサーの方に声をかけていただいてっていうのが最初ですが、その前に自分でもバンドもやってたりとか、弾き語りもやってたりとか曲ももちろん作ってたりとかねしてたので、その作詞家っていうふうに呼ばれるというか意識しだしたのはそれがスタートと言えばスタートですね。僕が松井五郎さんに作詞をしていただくようになったのは4枚目のただ一度だけの永遠からなんですけれども、その頃僕の印象とか何かありますかね？当時の僕から見るとなんかこう学校の先生みたいなとかちょっと科学者っていうかね、なんかそのすごく学問をやってる感じのこうシルエットがやっぱりある人だなっていうのをなんか思って、すごくその理数系というかね、なんかちょっとそういう匂いはしましたよね。なるほど。風貌もあるかもしれないけどね。そうですね。なんか白衣が似合いそうな僕はあれなんですよね。自分が作詞したものを誰が聴いてるかわからないと。本当に悩みがこうあって、それを払拭することができたりとか、そういう力が歌ってあるんだよっていう話をね、いつもしていただくことがあって、そういうお気持ちっていうのはお持ちなんですもんね。歌が世界を変えるとは思ってないんですよ。お水やご飯やそういうものに比べれば歌がなくたって生きてはいけるかもしれない。やっぱりどこかでその心の栄養じゃないですけど、心にはやっぱりそういう言葉だったり、芸術や歌やそういったものってやっぱりすごく必要で、ただこう肉体としてこう存在するだけではなく、やっぱり人としてこう何かこう生きてる意味みたいなものをこう自分が感じるにはやっぱり音楽ってすごく素晴らしいものだと思うし、でそれが何か僕らはこう不特定多数に向けてファンの人だけではなくてね、不特定多数の人に向けて
作ってるわけじゃないですか、本当はね。まあでもそれがこう本当に例えば日本の中で1億人の人に全員に届くかって言ったらなかなか難しいことではあるかもしれないけど、でもどこかでこう一生出会うかもしれない人、もう北海道の先か沖縄の先か、僕らのことをさえ知らないような人がこう道を歩いてる時に、例えば咲夜君の歌のがこう聞こえてきたワンフレーズでもいいと思うんですけど、そのほんの数秒間に何かふとこう足を止めるとか、何かをこう思うってことでその人の人生って変わると思うんですよ。なんかそういうことが起こっていくことがなんかすごく素敵だなと思うし、自分自身もそうだったしね。で、昔の書き方と、今の歌の作詞の仕方とちょっと変わったなっていう部分はありますかね。デジタルになってその仕事の流れみたいな、今日もこういうリモートみたいなね形でお話してるけど、そのスピード感は当然変わってるわけですよね。なるほど。だから昔は例えばね、本当に咲夜君と初めて仕事した頃、多分最初にまずお食事から始まるみたいなね、顔合わせでなんかこう人となりをみたいなところから始まって、で、打ち合わせをしてレコーディングをして、そこずっとフェイストゥフェイスでこう作っていくわけじゃないですか。ところが最近はもう本当にメールがポンと来て、明日の午後仮歌ですみたいな、なんかそういう作業になっていく。でそうするとやっぱりその時間っていうもののこうなんていうんですかね、感覚は当然やっぱり変わりますよね。常に起動してるというか稼働してるというかね、昔はやっぱり締め切りが1週間あったり、2週間あったり、何かそういうこうインターバルの中で作ればよかったけども、最近はそれがどんどんやっぱり短くなく、もういつこう球が飛んできても打てるようなこう感じ、なんかそういうこう感じではいるかもしれないですね。そうですね。どういうシチュエーションで作詞をされることが多いですか？昔はね、やっぱりバブルの頃はね、なんか気取ってましたね。なんかそういうこう環境っていうか、仕事部屋も含めて、なんかそういうやっぱ一人にならなきゃ書けなかったですし、そういう感じで書いてた時期もありますけど、やっぱりその今のお話じゃないですけど、やっぱりデジタルになってスピード感みたいなものを求められるようになったら、もう本当に最近はもうどこでも書きますよ。もう携帯でも書くしみたいな。携帯でどんどん書くし、さあ詩を書くぞっていうようなこう感じではなくて、もう本当に誰か人を待ってる、例えば打ち合わせの時に待ってる5分間であるとか、どこかで買い物して何かレジに並んでる時になんかこう列が長ければみたいな、もう本当にそういう時間の何分間何秒間でもう書いてるといえば書いてますよね。やっぱりその人の代表曲になるようなものを書きたいっていうのはやっぱりどんなアーティストと仕事してもやっぱり思ってるんですよね。自分ももちろん歌も歌っていきたいですし、で今もうそういう意味では曲は書いてるんですけれども、あとはもう自分のこれからのもう一つの目標は若い方を育てていくと。そういうふうなこともあって、何かそういう形でも松井五郎さんと何か作品を書けたらなっていう思いもあったりするんですが、松井五郎さんの今後の新しい試みとかそういうのはありますか？本当は今年の初めに砂時計にまつわるというか、僕がこういろいろ作ってる造形物があるんですけれども、それの個展を実はやるはずだったんですよ。はい。でそれがちょっとコロナのこともあって5月に延期したんですけど、5月にまたこういうことになってしまったので、またちょっと時期を先延ばししようかなと思っていまして、でそれがとりあえずやりたいことというか、ちょっとやらなきゃいけないことの一つとして、ちょっと今、延長戦になってしまっているというのが一つありますね。それとあとラジオを今やってまして、世田谷 FM というところでやってるんですが、5分間の番組なんですよ。でそれ月曜日から金曜日まで毎日やってるんですね。でやってるんですけど、タイトルコールもなく自己紹介もなく自分の名前も語らず、突然僕が詩の朗読を始めて、であと僕が選んでる、洋楽なんですけれども、洋楽の曲がかかるというだけのね番組で、普通に聞いてると一体何が始まったのかわからないみたいな番組なんですけど、
それをずっと実は今年の1月1日から始めてまして面白いですね。で結構大変なんですよこれ月曜から金曜まで1ヶ月やるっていうのがね。で、そういう番組をやってまして、なんか型にはまったものじゃないことをやっぱりやりたいなっていうかね、なんか作詞っていう仕事っていろんな決まり事、音楽業界もそうですけど決まり事の中でやんなきゃいけない部分があるじゃないですか。でもやっぱりクリエイティブっていうところはやっぱり自由だっていうことはすごく大事なところですからね。なんかそこのところは、自分一人で何か思いついてやれる形にすることっていうのは本当に誰に何を言われることもなく日々やっていたいんですよね。それが何であれ。でたまたまそれが例えば古典なんかもそうですけど、たくさん物量が増えたくさん物ができてくるとやっぱり気がついてくれる人がいるんですよ。でそうすると、不思議なものでずっと毎日毎日水をついでいくと、そのコップから水が漏れる瞬間っていうのがあると、ふっとね誰かが手を添えてくれるんですよね。なるほど。なんかそういう日常なので、だから自分が今一応作詞家として生きてきましたけれども、特にその肩書きにこだわるでもなく、何か、できることをやりたいなっていうふうに思ってますし、あとはねその音楽の面で言えば最近作曲に曲を書いていただいたんですけど、中井ゆりさんというね女優さんで小説家でもある方のプロデュースをずっとしてまして、すごくいい曲をね作曲に書いていただいたので、これもぜひ近々聴いていただきたいなと思いますし。はい、わかりました。でも本当にそういう意味では、これご覧になった方は作詞家松井五郎っていう人の創造性、そういうふうなものの原点みたいなものは、ほんのちょっと垣間見ることができたんじゃないかなというふうに思います。今日はですね、せっかく松井五郎さんに来ていただいてそのお話をさせていただいているので、松井五郎さんと、制作した楽曲で全て一つの愛に、その動画を皆さんに聴いていただいてお別れになります。今日は松井五郎さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。元気でどうも、じゃあね、はい、どうもありがとう。一筋の光浴びて咲く